お待たせいたしました。ただいまより新日本プロレスのオンライン会見を始めさせていただきます。進行私清野茂樹でございます。さて、新日ストロングスピリッツプレゼンツ G1 クライマックス32、昨日最終戦行われまして優勝も決定いたしました。一夜明けという形になります。ではこのシリーズの総括につきましては、新日本プロレスリング株式会社大張高見社長よりお願いしたいと思います。では大張社長、お願いします。はい、皆さんこんにちは。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。新日本プロレスの大張でございます。昨日 G1 クライマックス32はおかげさまをもちまして無事全日程を終えることができました。国内外の強豪28選手が4ブロックに分かれて1ヶ月にわたる激闘を繰り広げました。各地でまさに記録的猛勝負が繰り広げられ、最終的には優勝は岡田和親選手、そして準優勝がウィル・オスプレイ選手となりました。まさに50周年の夏男を決めるためにふさわしい戦いであったかと思います。今回は事前に5万名様のお客様にご来場いただくという目標を立てて挑んだ大会でございました。結果といたしましては達成率が 96%、昨年対比で 180% となる 4.8 万人のお客様にご来場いただきました。誠にありがとうございました。会場では2年ぶりのご来場というお客様も多くお会いしましたし、お子様方にも多くお会いしました。そして海外からのお客様にも久しぶりにお会いすることができました。そういった以前からのファンの方々、それから新しいファンの方々、そして世界のファンの方々とともにこの G1 で生まれた熱と勢いでですね、50周年イヤー集大成としては 1.4 までとなりますが、この50周年イヤーを突き進んでまいりたいと思います。最後にこのコロナ禍で誰一人として感染者を出さずに完走できました。このことにつきましては会場にてルールを守ってご観戦いただきましたファンの皆様方に御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大張社長、ありがとうございました。それでは続きまして、昨夜ですね、4度目の優勝を達成いたしました岡田和親選手にこの後ご登場いただき、そしてコメントをいただきたいと思います。では準備よろしいでしょうか。いいですね。はい、それでは岡田選手お願いいたします。よいしょ。よいしょ。はい、それでは2年連続4度目の優勝を成し遂げました岡田和親選手、昨日リング上、それからバックステージでもコメントございましたが、改めて一夜明けての現在の心境などお願いします。はい、今日ですね、朝起きてですね、最初に、思ったのがですね、本当に感謝しかないなと思いまして、対戦相手の昨日の対戦相手オスプレイもそうですし、G1 クライマックス参加した選手、そして支えてくれた社員の方たちもそうですし、応援してくれたファンの皆さん、本当に皆さんに感謝しかないなと、それはすごい感じて、皆さんのおかげで優勝することができましたし、こうやってプロレスをできてるんだなと思いました。なので本当に G1 クライマックス32、すごい暑い夏になったと思いますし、また下半期もしっかりと G1 クライマックス32覇者として盛り上げていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは私からいくつか代表質問をさせていただきたいと思います。岡田選手は昨日リング上でも非常に過酷なリーグ戦だというふうにおっしゃってましたけども、具体的にはどのあたりが今年は過酷でしたでしょうか。そうですね、シングルの数では、去年の方が多いと思うんですけれども、やっぱりこの最後の3連戦というのがやっぱすごいきつかったですね。はい、体力もそうなんですけれども、精神的にもすごい辛くてですね、やっぱり3日連続でシングルっていうのは結構来るもんだなと思いましたし、
そのね3日のうち、準決勝、決勝も、もちろんランスとの試合もきつかったですし、公式戦全部きつかったんですけども、本当に例年とは違う過酷な G1 クライマックスでした。なのでやっぱりこのね G1 の価値もしっかりともう一度新日本プロレスに考えてもらいたいなと思いましたね。昨日フィニッシュの一つ前に出した技って多分初めて見せた技だと思うんですけども、あれは何か名前があるんですか？もう何回も出しますすいません結構旋回してやってたんでちょっとあれかな。結構そうですか。すいません失礼いたしました名前は特にまだ。名前はそうですね、つむつむな形で落としてるだけなんで、なんかそんなにもう名前も考えなくてもいいかなっていう部分はありますね。そうですか。それから権利書の件なんですけども、昨日リング上でも発言ございましたが、改めて考え聞かせていただいてよろしいですか？そうですね、やっぱり、先ほども言いましたけれども、やっぱこの G1 クライマックスの価値というのをですね、やっぱ僕は上げたいなと思いまして、その価値を上げるという意味では、その権利書の価値も上げなきゃダメだと思いますので、その権利書をもうすぐにですね、行使させてもらって、もう新日本プロレスよく考えてもらってですね、すぐに決めなくてもいいと思うんですけれども、もうやっぱり G1 クライマックスこんだけの熱い戦いをしたんだから、こんだけ盛り上げたんだから、もうその G1 クライマックスチャンピオンはもう東京ドームのメインイベントがふさわしいでしょうと思ってもらえたんであれば、もうそのように東京ドームでチャレンジさせていただきたいなと思っております。他の選手も何と言いますか、もしやっぱりその権利をかけて戦いみたいなことを言ってくる人も出てくるかもしれませんが、そうした場合はどうしましょうか？だからもうその権利があるのがもうおかしな話で、もうそれもうすぐ挑戦が決定ですから、その時のチャンピオンと決定ですから、もう僕に言うんじゃなくてベルトの方に行ってくれよというような感じでは思っております。でもやっぱりジョナには負けているので、その権利をかけて戦うっていうことはもちろんないですし、だけどもやっぱこうスペシャルシングルマッチなのかわからないですけれども、借りを返す機会をいただきたいなと思ってます。最後の質問ですが、2023年1月4日の東京ドーム大会も発表されましたし、岡田選手が改めてこの東京ドームに向けて新日本プロレスをどう盛り上げていきたいかというお気持ちを聞かせてください。G1 クライマックス覇者としてですね、その IWGP チャンピオンとは違う盛り上げ方ができると思いますし、そこはちょっとまだわからないですけども、もう挑戦が東京ドームなのであれば下半期はいろいろな戦いがねできると思いますんで、そこはしっかりと、G1 クライマックスチャンピオンとして盛り上げていきたいですし、またそこをね IWGP 世界ヘビー級チャンピオンが僕の活躍を見て、また切磋琢磨してですね、この東京ドームに向かって盛り上がっていって、本当に東京ドーム、2023年はですね超満員にしたいと思ってますんで、これはもう本当に、リング上でも言ってますし、もう何回も言ってることなんですけど、改めて、これを聞いていろんな選手の方がそうだな、もう行こうよ東京ドーム超満員、チームが違くてもそう思ってもらえたらいいなと思いますし、もちろん、会社の社員の皆さんもそうですね、みんなで一丸となってプロレスを盛り上げて、また新日本プロレスの素晴らしさっていうのを届けていきたいなと思っております。私からの代表質問は以上となります。岡田選手、言い残したことは特にないですか？そうですね、特にありませんって言いたいところなんですけども、先日、男の子が生まれまして、なので、ちょっとね会社にも育休をいただけましたんで、本当にそれは新日本プロレス感謝ありがたいことですし、ちょっと、育児もしつつ、ちょっとこの G1 クライマックス終わったリフレッシュもさせてもらいつつ、ゆっくりさせてもらって、また次のシリーズたくさんパワーをね貯めて、また G1 覇者として盛り上げていきますので、よろしくお願いします。ではイクメンとしての岡田選手期待しております。では新日ストロングスピリッツプレゼンツ G1 クライマックス32一夜明け記者会見以上をもちまして終了とさせていただきます。本日は最後までご視聴誠にありがとうございました。